こんにちは、りんです。この動画では日本軍や日本軍の士官学校に入るために韓国人によって書かれた結書について解説したいと思います。日本統治時代の朝鮮では応募して合格すれば日本軍に入隊することができました。その試験がものすごい倍率で、軍に入隊するためには最高で62倍ぐらいの狭き門だったのです。志願兵に不合格になり自殺するものまで出ていました。試験に落ちる確率の方が圧倒的に高かったので、どうしても日本軍に入りたい韓国人はどうしたかというと、願書や必要書類の他に結書を書いて提出しました。結書を書くことで試験官に自分の覚悟や心意気を示したんですね。試験官もここまでの覚悟があるなら、きっと戦地でも日本のために活躍してくれるだろうということで合格させることがあったようです。西洋の植民地ではまずこういうことはありえないですね。例えばオランダを例に挙げると、第二次世界大戦時にインドネシア人の足を鎖でつないで逃げられないようにして統治下という小さい要塞に押し込んで無理やり日本兵と戦わせていました。統治下というのは戦線に点在するミニタイプの要塞ですね。その中から兵士が銃で敵を攻撃するというものです。これはインドネシアの統治下ではありませんが、こういう感じのものです。そうでもしないとインドネシア人が戦ってくれないので、無理やりそういう風に戦わせていたんですね。日本は欧米諸国と比べて非常に良心的な統治を行ってましたから、人々は自ら日本軍に志願しました。それでは結書の内容を見てみましょう。まずはこちらの結書をご覧ください。一子報恩、ぜひ私を志願兵に取ってください。李建宇って読むんですかね。一子報恩というのは、命を懸けて国の恩に報いるという意味になります。なのでこの人は命を懸けてまで日本に対して恩返しをしたいと思っていたということです。次にこちらの記事をご覧ください。この人は後のパク・チョンヒ大統領なんですが、士官学校に入学するために結書を提出してるんですね。戸籍謄本や履歴書、結書とともに手紙が同封されていて、同封の手紙に書かれていた内容が一部当時の新聞記事で紹介されています。それでは手紙の内容を読み上げたいと思います。日系軍艦募集要項を拝読しますと、小生はすべての条件に不適合のようであります。甚だ戦乱にて恐怖の至りと存じますけれども、ご無理を申し上げてぜひ国軍にご採用くださいませんでしょうか。日本人として恥じざるだけの精神と気迫を持って一子ご奉公の固い決心でございます。しっかりやります。命の続く限り忠誠を尽くす覚悟でございます。一人前の満州国軍人として満州国のため、ひいては祖国のため、なんで一心の栄達を欲しましょう。滅私奉公、剣馬の忠を尽くす決心でございます。当時、日本は韓国の奴隷制度を解放し、さらに毎年莫大な税金を朝鮮と台湾に費やして、学校を設立したり衛生環境を改善したりしていたので、一般の韓国人は日本に対して感謝の気持ちを持っていたようです。なのでこういうふうに結書を書いてまで志願する韓国人も多かったのです。1938年から1943年の間に朝鮮半島だけで80万人以上もの日本軍への応募がありました。当時のかの国人は親日の人たちの方が圧倒的に多かったということです。かの国人に反日感情が植え付けられたのは戦後ですね。これは GHQ の日本弱体化計画の一つで、
どこかの国を支配するときに、その国が内部分裂していたり、隣国と争ったりしていた方が統治しやすいからです。韓国も韓国で敗戦国の日本に協力していたとなると、国際的な立場上都合が悪いんですね。なので戦後、韓国は国策として徹底した反日政策を行っています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。